皆さんこんにちは。前回のプロローグに続き、今回よりいよいよシーズン5の本編を配信します。まずは視聴者の皆様から大変ご要望が多く寄せられた幼児に日本太鼓を指導する際の導入方法や打ち方、振り付けの付け方などを実際に4歳児のお友達と取り組み、最後には簡単な楽曲の完成形を披露していきたいと思います。すでにお友達と一緒に頑張り収録を終えていますので、どうぞご期待ください。さて、今回はその具体的な練習風景の前に、幼児の演奏で使われるいろいろな太鼓の種類とその名称や台、バチの種類、そして太鼓以外に使われる代表的な周辺楽器を紹介していきたいと思います。ではこの後の太鼓の紹介並びに解説は大先輩の赤嶺先生にお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。こんにちは、赤嶺です。それでは島田先生のご指名ですので、この後お話を引き継がせていただきます。まず最初に日本太鼓の歴史を簡単におさらいしておきます。日本太鼓のルーツは非常に古く、諸説ありますが、縄文時代にはアジア大陸から伝わったものとされています。最初は主に火を使った情報伝達の手段とともに打ち鳴らされていたようですが、そこから派生してやがて儀式や儀礼、さらに神社仏閣の祭事などで使われるようになりました。その後、歴史の流れとともに祭りのお囃子や神楽、民謡、歌舞伎などの伴奏楽器として発達し、その用途に合わせてさまざまな種類の太鼓が作られました。戦後、一時期やや停滞した時期もありましたが、すぐに復興し、集団でチームを組んで太鼓を演奏するというスタイルができてからは、芸術・芸能の一つのジャンルとして脇役から主役の座に躍り出ました。そして平成12年から13年の移行期間を経て、平成14年、文部科学省の学習指導要領中学校音楽科において和楽器の演奏が正式導入され、比較的容易に音が出せる琴や太鼓の演奏が一気に普及しました。それに伴って特に太鼓の演奏においては、幼児から高齢者にわたる幅広い年齢層で盛んに太鼓チームが編成され、身近なカルチャーとして全国的に浸透するとともに、大規模な演奏会やコンテストが実施されるようになり、現在に至っています。また一方ではプロとしての太鼓集団も数多く結成され、国内だけではなく海外でもその芸術性が高く評価されています。当連盟では昭和57年より幼児期の上層教育、音体教育の表現活動の一環として日本太鼓の導入をアプローチを行い、幼児の体格・体力にふさわしい太鼓や台、バチなどの開発を次々と行い、また無理なく楽しく取り組めるような楽曲の制作に取り組みました。すると当初の予測よりはるかに多くの指導依頼をいただき、現在では全国500カ所を超える保育の現場で園の先生方と子どもたちと一緒に楽しく熱心に太鼓を打ち鳴らしています。さて、それではさまざまな太鼓の中から子どもたちの演奏に使われている代表的な太鼓をご紹介します。まずは長胴太鼓です。原木をくり抜いた胴の両側に皮を張って強く締め上げ、秒止めしていきます。皮
革の張り方には2種類あり、鋲止めをしたところから革を断ち切った耳なしと縁を残した耳付きがあります。耳付きの方は締め直しができますので、当連盟では耳付きの太鼓をお勧めしています。またこの太鼓のことを宮太鼓と呼ぶことがありますが、これは多くの神社仏閣で使われていることに由来します。太鼓といえば長胴太鼓と言ってもいいほどの代表的な太鼓ですね。編成の中では主に張りのある中低音の音を受け持ちます。大太鼓、長胴太鼓の中でもおおむね直径3尺以上のものを大太鼓と呼びます。太鼓を叩くすべての人が一度は演奏してみたいと憧れる太鼓です。豊かな重低音が圧巻です。平胴太鼓。さて次の太鼓は平胴太鼓です。略して平太鼓とも呼ばれます。太鼓の作り、材質は長胴太鼓と同じですが、胴の深さが浅く平たいのが特徴で、胴の3箇所に管という部品が取り付けてあります。サイズは1尺3寸が標準ですが、1尺から1尺4寸程度のものも使われています。幼児の演奏では最も一般的な太鼓で、比較的低価格で生産できますので、当連盟で大量の生産を製造元にお願いし、主力の編成として定着させました。中高音の音を受け持ちます。大平胴太鼓。長胴太鼓と同じくおおむね3尺以上のものは大平胴太鼓と呼び、大太鼓に勝るとも劣らない重低音が期待でき、また大太鼓よりはるかに低価格で導入できるので、保育の現場でもよく見かけます。つけしめ太鼓。次の太鼓はつけしめ太鼓です。略して締め太鼓とも呼ばれます。最近ではさらに皮を厚く、張りを強く、胴も一回り深くしたものが作られるようになり、チームで演奏するときには地打ちといって全体のリズムを整える重要な役割を担ったり、時には華麗なソロ演奏を受け持ったりして全体の演奏を盛り上げます。つけしめ太鼓の種類は皮の厚さと締め方のメカニズムによって分類されます。まず皮の厚さですが、薄い順に波付け、2丁掛けから5丁掛けと呼ばれ、用途によって使い分けられます。これらの使い分けははっきりとした基準はありませんが、強いて言えば一般的には波付けと2丁掛けはお囃子や民謡などの伴奏に、3丁掛け以上はチーム演奏の地打ちやソロ演奏などに使われます。さてここで注意したいのは、皮が厚くなると強く締めることができ、より高い音が出せるのですが、薄い皮を強く締めれば締めた分だけ高い音が出るわけではなく、皮の厚さごとに音の高さの限界があり、波付けなどは強く締めすぎると良い音が出なくなってしまうばかりか、最悪の場合には皮が裂けてしまう危険性があるということです。波付けや2丁掛けを締めるときには特に注意しましょう。次に締め方のメカニズムによる分類ですが、これは縄締めとボルト締めの2種類に大別されます。まず縄締めのタイプですが、お囃子や民謡、神楽などの伴奏役として波付けや2丁掛け程度の皮と組み合わせて使うことが一般的です。ボルト締めのタイプは主に3丁掛け以上の皮と組み合わせて容易に高い音が出せるので、チーム演奏の地打ちやソロ演奏などに多く使われます。また
職人さんに頼らなくてもスパナ1本で簡単に締められますので、幼児の演奏では3丁または4丁掛けとボルト締めの組み合わせをおすすめします。本シリーズの最後で締め方の動画も配信する予定ですので参考にしてください。桶胴太鼓。次の太鼓は桶胴太鼓です。文字通り板を継ぎ合わせて竹のタガをはめた桶のような作り方の太鼓です。こうして作られた胴の両側に直接皮を当て、縁の穴に縄を通し、その締め方具合によって音の高さを調整できます。また一般的に桶胴太鼓と呼ばれるのは、おおむね1尺2寸から2尺5寸程度のサイズの太鼓を後ほどご紹介する四角台に乗せた場合の名称となります。これ以外の形態のものは別の名称で呼ばれることが多いので、順次ご紹介していきましょう。まずは釣り桶胴太鼓。胴の深さをやや浅くして専用の釣り台にセットし、裏の皮をフローティングさせることによってより豊かで柔らかい中低音が得られるようにチューニングされた太鼓です。次に大桶胴太鼓。おおむね3尺以上の巨大な太鼓で専用の台に乗せて打ち鳴らします。圧倒的な存在感にたがわず、その響きは非常にふくやかで上品な重低音が特徴です。次は抱え太鼓。おおむね1尺程度の小型軽量でストラップを使って肩に吊り下げ、演奏とともに振りや踊りを組み合わせ、華麗なパフォーマンスを演出することができます。エイサー太鼓、パーランクー。次はエイサー太鼓です。沖縄の伝統芸能として有名なエイサーに使われる太鼓です。幼児の演奏では軽い材質で作られた小さめの太鼓をストラップで肩にかけ、片手で叩きながら振りや踊りを交えて演奏します。次はパーランクーです。この太鼓もエイサーの演舞に使われ、ご覧のようにタンバリン程度の大きさです。形が小さいのでエイサー太鼓より華麗な振りや踊りができます。組太鼓。最後に組太鼓をご紹介します。これは今までご紹介したいろいろな太鼓を組み合わせて演奏するスタイルを言い、太鼓の種類というより演奏形態と捉えた方が良いかもしれません。太鼓の組み合わせに一定の決まりはありませんので、楽曲のイメージに合わせた自由な組み合わせ方を工夫してみましょう。幼児の演奏の場合、一般的には2台または3台の組み合わせで同じ種類の太鼓を音程やサイズを変えて組み合わせる方法と、違う種類の太鼓を組み合わせ音色そのものを変化させる方法があります。映像をご覧になり参考にしてみてください。まずは太鼓の胴についてです。胴にはくり抜き胴と修正胴の2種類があります。材質はくり抜き胴では欅、線、クスノキ、タモ、倒木など広葉樹が使われますが、材質の堅牢さ、狂いの少なさ、木目の美しさから欅胴が最適かつ最上級とされています。この欅以外の材質で作られた太鼓をひとまとめにして業界ではメアリ胴と呼んでいますので覚えておきましょう。修正胴は桶胴太鼓で紹介したように複数の板を継ぎ合わせタガや接着剤で固定したもので、材質は桐、杉、
ヒノキ、サワラなどくり抜き銅より軽くて柔らかい正目板が使われます。次に革についてです。ほとんどの太鼓では豊かな音量と歯切れの良い音色、そして強打に耐えうる牛の一枚革が使われています。また太鼓の種類によって使われる革の部位が異なります。画面の図を参考にしてください。以上、子どもたちの演奏で使われる主な太鼓の説明をしてきましたが、最後に太鼓のサイズのお話をしておきましょう。太鼓のサイズは湖面の直径を昔ながらの尺貫法、つまり何尺何寸と表します。1尺は約30センチ、1寸は約3センチですから、3尺は約90センチ、1尺4寸は約42センチということになります。これがカタログスペックとなりますので、ご自分の円にある太鼓のサイズを確かめてみましょう。画面に尺貫法とメートル法換算の一覧表を載せましたので参考にしてください。さて、ここまでは子どもたちの太鼓の演奏に使われる代表的な太鼓の種類や材質、そしてサイズの測り方を説明してきましたが、これら本体の編成以外にもさまざまな周辺楽器が使われ、演奏に彩りを添えています。非常に多くの種類があり、この周辺楽器をひとまとめにして鳴り物と呼びますので覚えておきましょう。チャンチキ、幼児の演奏でも標準的に使われる代表的な鳴り物です。祭りのお囃子でおなじみですが、チームで演奏するときには付け締め太鼓とともに重打ちとして全体のリズムやテンポをコントロールする重要な役割を担います。チャッパ、和楽器全般に使われる小型のシンバルです。太鼓チームで演奏するときにはチャンチキと組んで地打ちを担当したり、振りを交えて単独でソロ演技をすることもあります。鉄塔、その名の通り鉄製の筒です。大中小の直径が組み合わされ、違う音程を出すことができます。単調になりがちな地打ちの合間にアクセントとして鳴らすと強いインパクトが期待できます。ドラ、大小さまざまな種類のものがありますが、幼児の演奏には大型のものが使われることが多く、ここぞというアクセントが欲しいときに打ち鳴らすと絶大な効果が期待できます。以上、さまざまな太鼓の種類を鳴り物を含めて紹介してきましたが、どのような太鼓をどのような音色で打ち鳴らすかという時に重要な要素になるのがバチの選び方です。そこで子どもたちが演奏する時に無理なく使えるバチの種類やサイズをご紹介します。まず幼児用のバチを選ぶ場合、1、長さ、2、太さ、そして3、硬さおよび重さの3項目に注意してください。これは当然のことですが、大人用のバチをそのまま持たせてしまうとどうしても負担がかかり、腕や手首を痛めてしまうことがありますので、幼児の年齢に応じた適切な選び方が必要です。先にお話ししたように、当連盟では長年の指導経験に基づいて幼児期に最適なオリジナル製品を開発しています。次にバチの材質と重さですが、これは木材の種類とバチの長さおよび太さによって変わってきます。同じ長さ、太さで比べると材質の密度が高い
つまり硬い鉢の方が重く、柔らかい鉢の方が軽くなります。画面に鉢に使われる木材の種類と硬さ、重さの相関図を載せましたので参考にしてください。また太鼓の種類によってどんな鉢を使うかということですが、これは特に決められた基準はありません。ですがあくまでも一般的に説明すると次のようになります。まず2尺以下の小型、中型の太鼓を打つ場合、長さ33センチから42センチ、太さ2センチから 2.6 センチ程度の固めの鉢を使うと良いでしょう。1尺5寸から2尺程度のやや大型の太鼓の場合には、これらに加えて長さ35センチから48センチ、太さ3センチから 3.6 センチ程度の柔らかめの鉢を使うこともあります。さらに2尺以上の大型の太鼓を打つ場合には、長さ39センチから55センチ、太さ3.5 センチから4センチ程度の柔らかめの鉢を使います。画面に鉢の写真と一覧表を載せましたので参考にしてください。さて、鉢の説明の最後として、ここまでに紹介した鉢の他に、特殊な形や特定の太鼓や鳴り物を打つときに使われる鉢も簡単に触れておきましょう。テーパー。まずはつけしめ太鼓や抱え太鼓などに使われる鉢です。ご覧のように先端が細くなるテーパー型の形状をしています。速いリズムを打ちやすくし、また歯切れの良い音色を表現することができます。バット鉢。次にバット型の鉢です。主に大平太鼓を鳴らすときに使います。ご覧のようにまさに文字通りのバット型をしていて、両手でしっかりと持ち、振りを交えながら力強く演奏します。竹鉢。次は竹鉢です。主に桶胴太鼓全般に使われ、パーカッシブな鋭い音が出せます。種目。先端に鹿の角を用いたチャンチキ専用の鉢です。はっきりとした金物の音が出せます。ドラ用マレット。一般的な大型のマレットでも代用できますが、ドラの勇壮な響きを得るために専用なマレットは欠かせません。ドラを導入する際に一緒に購入すると良いでしょう。さて、今回ご紹介する最後の項目として太鼓を乗せる台について説明したいと思います。同じ太鼓を打つ時でも演奏形態や編成、振りなどに応じて水平に置いたり斜めに置いたりといろいろな角度にセットするために、安定して太鼓を乗せることができるような台が必要となります。まず太鼓の台を紹介する前に、太鼓を打つ時の基本的な構えについて説明します。構え方には多くの形と呼び方がありますが、ここでは幼児が太鼓を練習したり演奏したりする時の一般的かつ代表的な構え方と呼び方を4種類ご紹介します。平面打ち。太鼓の鼓面を水平またはやや斜めにして上から打ち下ろす時の構えです。最も基本的な構えになります。正面打ち。太鼓の鼓面を垂直にして鼓面に正面から向き合うような構えです。側面打ち。太鼓の鼓面を垂直または斜めにして鼓面の左
または右側に構えます。なお、基本的には平面打ちの一種ですが、つけしめ太鼓の場合、正座またはあぐら座りで打つこともあります。さて、これらの構え方、そして安定した演奏をするためには、幼児の体格や体力をよく考え、無理なく無駄なく太鼓を打てるように、その構え方に適した台を選ばなければなりません。当連盟ではバチと同じく40年以上の豊富な経験と実績に基づいて、幼児の体格に合わせたさまざまな専用の台を開発し、製品化しております。ぜひ使ってみてください。それではいろいろの台の中からいくつかの代表的なものをご紹介します。まずは平面打ちに使われる台です。四角台。最も一般的な台で、無理なく打てるようにわずかな傾斜をつけてあります。1尺から2尺までの長胴太鼓や桶胴太鼓を乗せます。折り台。名前の通りコンパクトに折りたためる台で、つけしめ太鼓や1尺から1尺8寸までの平胴太鼓を乗せることができます。打ちやすいように緩やかな傾斜をつけ、確実に打面を捉えることができるように工夫されています。吊り台。専用の吊り革で太鼓を固定させ、裏面を完全にフローティングさせることによって一層豊かな響きが得られます。吊り桶胴太鼓だけではなく、つけしめ太鼓や平胴太鼓も装着できます。最近ではコンパクトに折りたためるタイプが主流となっています。座台。特殊鋼で作られたつけしめ太鼓で座打ちをするときに用いられる専用台です。伏せ台。大平胴太鼓や2尺5寸以上の大型の平胴太鼓で平面打ちを行う場合の丈夫な台です。次に正面打ちおよび側面打ちに使われる台です。櫓台。最もよく見かけるおなじみの台で、長胴太鼓を乗せます。最近では移動に便利なキャスターをつけたものが主流となっていますが、その際にはくれぐれも慎重に行い、絶対に乱暴な移動はしないようにしてください。水平台。大桶胴太鼓や1尺5寸以上の桶胴太鼓を正面打ちで演奏する場合に乗せる台です。比較的軽い桶胴太鼓専用の台ですので、長胴太鼓は絶対に乗せないようにしてください。平吊り台。大平胴太鼓や2尺以上の大型の平胴太鼓を吊って正面打ちで演奏する場合に使う台です。吊り桶台。ドーナー祭1尺3寸から3尺までの吊り桶胴太鼓を正面打ちで演奏するために使う台です。斜め台。1尺から2尺までの長胴太鼓を側面打ちで演奏するとき、湖面を斜めに傾けて打つために乗せる台です。折り台と同じくコンパクトに畳むことができます。以上、幼児専用の台を紹介しましたが、一般的な大人用の台を使う場合や大型の太鼓を使う場合には、ご覧のように適切な高さで演奏できるように工夫しましょう。
赤嶺先生、丁寧な説明をしていただきありがとうございました。いかがでしたか？子どもたちと練習をする前に太鼓の種類やバチ、台などを用意するときに必要な項目を前もって把握し、子どもたちにとって適切な楽器や道具を準備することが第一歩だと思いますので、ぜひともお役立てください。さあ、いよいよ次回から4歳児のお友達が登場します。どうぞお楽しみに。